朝は詰めるだけ。ぽいぽい弁当6日間。1日目、カニカマはんぺんカツ弁当。カニカマを混ぜたはんぺんカツはキッチンペーパーに乗せました。ピーマンの塩昆布和え、人参と油揚げのサットに、スイートポテト、鶏ごぼうと、ほぐした鮭の西京焼き。ふわっとラップをして、電子レンジで温めます。この量だと、まず600ワットで2分。しっかり加熱されているか、一つずつ確かめて。熱々のおかずは取り出します。もう少し温めよう。1分追加で温めます。いいですね。一気に温めていますが、加熱しやすいように、おかずを分けて温めても、もちろん大丈夫です。今日のおかずはこれ。おにぎりも作ります。おにぎり用の海苔に粗熱を取ったご飯をのせて、具は鶏ごぼう。ご飯に混ぜてもいいし、中に入れても美味しい。ほい。ちょっとご飯が多すぎて、大きなおにぎりになりました。水分は出ていないかな？よし、大丈夫です。おかずが冷めたら、お弁当箱に詰めます。もし、水分が出たら、しっかりとキッチンペーパーで水気を取ります。ぽいぽい詰めるだけで、楽だなぁ。ご飯に鮭を乗せよう。この、鮭の西京漬けが美味しい。いりごまを振って、完成。朝、楽々で美味しいお弁当です。2日目、生姜焼き弁当。豚肉の生姜焼き。シャキシャキレンコン。人参。えのきとオクラの梅あえ。ほぐし鮭。レンジで温めます。まず600ワットで2分。ちゃんと加熱できているか、しっかり確かめます。もう1分。寒くてまだパジャマのままです。すぐに冷めるように別のお皿に移しましたが、そのまま冷ましても大丈夫です。なんか色合いが地味ですが、この日のおかずはこれです。おにぎり用に枝豆も温めます。おにぎり用の海苔にご飯を乗せて、枝豆と鮭、ほい。鮭のおにぎり、完成。さあ、詰めよう。生姜焼き、とても美味しくできていました。メインのおかずを作って冷凍した日の冷凍作業動画を先に投稿予定でしたが、編集が全然できていなくて、先にお弁当動画になりました。全部冷凍しても味が落ちなくて美味しかったので、メインのおかず作り動画も投稿しますね。オクラえのきが爽やかで美味しい。3日目、ハンバーグ弁当。ハ
ハンバーグ2個。ナスの照り焼き。ほうれん草の海苔わさび和え。舞茸ベーコン。スイートポテト。レンジで温めます。まず2分。もう1分。ほうれん草と舞茸を取り出して、残りはもう1分加熱しました。ハンバーグやミートボールなど加熱しにくいおかずは単独で温めた方が早いので分けた方が良さそう。大葉味噌は冷凍庫に入れておいても凍らない。ハンバーグだけもう1分加熱しました。この日のおかずはこれです。おにぎり作り。中にも大葉味噌とチーズを少しずつ入れて、パカッ。上にも味噌を薄く塗って、チーズも乗せたら、トースターへ5。表面のチーズが溶けるまで焼きます。これが最高に美味しい。一気に食べてしまう美味しさです。解凍しやすいように小さく作ったから、かわいいミニハンバーグ。ほうれん草も全然水分が出ていませんでした。この舞茸ベーコンはバターで炒めて、塩昆布も少し入れました。ナスの照り焼きもご飯が進むおかずです。色合いが暗いので、トマトやふりかけで明るくして、完成です。ほうれん草の海苔わさび和えが娘に大好評でした。4日目、ナスと豚肉の甘辛炒め弁当。レンコン、ピーマン、人参、ナスと豚肉の甘辛炒め。ささみチキンを2つ。鶏そぼろ。温めます。温め時間はおかずの量などによって変わるので、しっかり加熱して解凍できているか確認しながら温めます。冷凍おかずはお弁当だけじゃなく、休日のお昼ご飯など、各自好きなものをバイキング方式で温めて食べています。余裕がある日は、揚げ物系のおかずをトースターでカリッとさせます。今日のおにぎり。そぼろにします。ほい。そぼろおにぎりも美味しいですよね。あとは、ポイポイ詰めるだけ。
ナスがとろっと美味しい。ささみは調理しやすいし、安いのでお弁当に便利。副菜は毎日同じものになってしまいますが、それでいいと思います。ご飯に黒ごまと梅干しを乗せて完成。ぽいぽい弁当はこの詰め方が横にきれいに並べられて詰めやすい。5日目、おにぎり弁当。牛肉のしぐれ煮と焼きたらこ、鮭、ほうれん草、人参、スイートポテト、ささみの梅和え。温めます。まず2分。温度チェック。加熱し足りないおかずをもう1分。この日のおかずはこれです。具が見えるおにぎり型。ダイソーで買いました。まず、線のところまでご飯を詰めて、具が見えるように入れます。もっと大きな塊の具じゃないときれいにできないですよね。唐揚げとかウインナーとか卵焼きなど上からぴょこんと出る固形の具がいいとは思いますが、今回は焼きたらこと牛肉のしぐれ煮を入れてみます。うまくできるかな？上にご飯をかぶせて、蓋をして、ぎゅーっと押さえたら、パカッ。やっぱりあんまりきれいにできないけど、まあいいや。次は鮭と、ささみの梅和え。また今度、きれいに作れる具でやってみますね。具が見えると、何のおにぎりかわかりやすいし、お弁当にちょうどいい小さめのおにぎりです。パカ。まあ、海苔を巻けばなんとかなる。具がはみ出したおにぎりをお弁当箱に詰めます。一つは朝ごはん用。残りのおかずを隙間に詰めます。人参のオレンジ、ほうれん草の緑、さつまいもの黄色。この3色が入ると彩りが良くなります。まだ隙間が空いているので、トマトと残っている牛しぐれ、ささみの梅和えも入れました。完成。食べるのが楽しいおにぎりのお弁当。6日目、ミートボール弁当。ミートボールと、ナスの照り焼き、シャキシャキ、レンコン、ピーマンの塩昆布和え、舞茸ベーコン、スイポ、
レンジへゴー。いつものように様子を見ながら加熱しました。このミートボール、トマトソースが美味しいと娘に大好評。よし、できた。楽ちんです。この日のおかずはこれです。ささっとおにぎりを作ります。もうこれ以上お米の値段が高くなりませんように。海苔も高くなりませんように。この日の具は舞茸ベーコン。ほい。まとめて冷凍ストックを作らなくても、夕飯で多く作りすぎたおかずを、こまめに冷凍しておくと、便利ですよね。社会人になってから、一人暮らしをするために、節約して貯金を頑張っていた娘が、春くらいから、いよいよ一人暮らしをしようかと、考えているそうです。このバイキング形式のポイポイ弁当は、ちょうど自分でお弁当を詰める練習になったようです。自分でお弁当を作るイメージができたのなら、よかった。頑張れ。一人でも、ちゃんと野菜も食べてね。完成です。ポイポイ弁当、6日間でした。ご視聴ありがとうございます。またね。